理解説。デッカードはレプリカントなのか？ブレードランナー最大の論争を徹底考察。ねえマリサ、SF 映画の金字塔と名高いブレードランナーって知ってる？もちろんだぜ。1982年に公開されて以来、その独特な世界観と哲学的テーマで、今も多くのファンを魅了し続けている作品だよな。そうなのよね。特に、主人公デッカードが人間なのか、それともレプリカントなのかっていう論争は、公開から40年以上経った今でもファンの間で、熱く議論され続けているわ。ああ、映画史に残る最大のミステリーの一つだよな。監督のリドリー・スコット自身が、デッカードはレプリカントだと発言したり、一方で主演のハリソン・フォードは、いや、彼は人間だと反論したりと、制作陣の間でも意見が割れているんだぜ。まさに、謎が謎を呼ぶ展開ね。私たちも、その長年の論争に決着をつけるべく、今回は、デッカードはレプリカントなのかというテーマで、様々な証拠や説を徹底的に考察していきたいと思うわ。面白そうだな。デッカードの正体を探ることで、作品が投げかける人間とは何かという、深遠なテーマにも迫れるかもしれないぜ。それじゃあ、早速見ていこうか。デッカード、レプリカント説を裏付ける証拠たち。決定的な証拠？ユニコーンの夢とガフの折り紙。マリサ、デッカードがレプリカントだっていう説には、いろんな証拠が挙げられているけど、その中でも特に有名で、多くのファンが決定的だって考えているのが、ユニコーンの夢とガフの折り紙の関連性なのよね。ああ、それな。デッカードレプリカント説を語る上で、絶対に外せない超重要ポイントだぜ。結論から言うと、この二つの要素は、デッカードの記憶が実は植え付けられたもので、彼自身がレプリカントである可能性を強烈に示唆しているんだ。そうなのね。具体的にどういうことなのかしら？まず、ユニコーンの夢っていうのは、デッカードが自宅のピアノを弾いている時に、一瞬だけ見る幻想的なシーンよね。白いユニコーンが森の中を駆けていく。なんだかとても個人的で、彼自身の内面を表しているような印象を受けるけど、そう、そこがミソなんだぜ。一見するとデッカード自身の夢や願望のように見える。だが、問題は映画の終盤、同僚のブレードランナーであるガフが作る折り紙なんだ。ガフは劇中で意味深な折り紙をいくつか作るよな。鶏の形だったり、マッチ棒で人型を作ったり、そして、デッカードがレプリカントのレイチェルと共に、アパートから逃げようとする最後の場面で、ガフが残したユニコーンの折り紙をデッカードが見つけるんだ。あ、確かにそうだったわ。あのユニコーンの折り紙って、どういう意味があるの？それが最大の謎であり、デッカードレプリカント説の確信につながるんだ。ガフがデッカードの夢の内容、つまりユニコーンのイメージを知っていて、それを折り紙で表現したと解釈できる。もしデッカードが人間で、あの夢が彼固有の記憶や無意識の現れだとしたら、なぜガフがそれを知っているんだって話になるだろ？言われてみればそうね。他人が自分の夢の内容を知っているなんて、普通はありえないものね。その通りだぜ。そこで浮上するのが、レプリカントには製造過程で植え付けられた記憶が、与えられるという設定だ。タイレル社の社長がレイチェルにメイの記憶を移植したように、デッカードが見たユニコーンの夢も、実は彼自身の純粋な記憶ではなく、誰かによって植え付けられた人工的な記憶だったのではないか、というわけだ。そして、その記憶のデータをガフも知っていた。あるいはアクセスできたとしたら、だとしたら、デッカードは自分が人間だと思い込んでいるだけで、実際は精巧に作られたレプリカントということになるわね。あのユニコーンの夢のシーンは、特にリドリー・スコット監督が編集した、ディレクターズカットやファイナルカット版で、より明確に挿入されていて、監督の意図を強く感じさせる部分でもあるのよね。そういうことだ。だからこそ、このユニコーンの夢とガフの折り紙の一連の流れは、デッカードがレプリカントであるという説を裏付ける、非常に説得力のある論拠として多くのファンに支持されているんだぜ。まさに巧妙に仕掛けられた謎解きのピースだよな。まるでレプリカント？
デッカードの超人的な能力と赤い眼光。ユニコーンの夢と折り紙の話、すごく説得力があったわ。他にもデッカードがレプリカントかもしれないって、思わせるような証拠はあるの？例えば、彼の動きがやけに速かったり、強かったりする場面があったような。鋭いな、レイム、まさにそこなんだぜ。結論から言うと、デッカードが見せる時折の、超人的とも思える身体能力や、特定シーンでの眼光の描写も、デッカードレプリカント説を裏付ける要素として、挙げられることがあるんだ。なぜかっていうと、レプリカント、特に戦闘モデルなんかは、人間をはるかに超える身体能力を持っているからなんだ。なるほど、レプリカントは人間より力が強かったり、動きが素早かったりするんだね。映画の中で、デッカードがそんな風に見える場面があったの？ああ、いくつか例が挙げられるぜ。例えば、最強のレプリカントであるロイバッキとの肉弾戦だ。人間ならとても太刀打ちできないような相手に、デッカードは満身創痍になりながらも食らいついていく。確かにボロボロにはなるんだが、それでも生きて、なんとか持ちこたえている様子は、普通の人間離れしているように見える場面があるんだ。また、別のシーンでは、レプリカントに掴みかかられた際に、とっさに人間とは思えないような素早い動きで反撃したり、高いところから飛び降りたりする描写もある。これらの動きが、訓練されたブレードランナーの動きを、超えているように見える人には、彼はレプリカントだからこそできたんじゃないかと感じさせるんだぜ。言われてみれば、ロイバッテにあそこまでやられて、よく生きてたなってちょっと思ったかも。あと、赤い眼光っていうのは、レプリカントの目って光るイメージがあるわ。いいところに気づいたな。一部のブレードランナー研究者やファンは、デッカードの目が特定のアングルや照明の下で一瞬、赤く光って見えるシーンがあることを指摘しているんだ。レプリカントの目は、感情の高ぶりなどで光ることが示唆されていて、それがデッカードにも見られたということは、彼もまたレプリカントなのではないかという推測につながっているんだ。ただし、これは非常に微妙な描写だから、意図されたものなのか、単なる撮影上の光の反射なのか、解釈は分かれるところだぜ。ふむふむ、体の動きや目の光り方、どれも決定的な証拠とは言い切れないけど、レプリカントっぽいなって思わせる要素ではあるんだね。いろいろな視点で見ると、発見があるものだわ。なぜデッカードの過去は語られないのか？レプリカント特有の記憶操作の可能性。なるほどね。体の特徴だけじゃなくて、ユニコーンの夢みたいに、記憶もレプリカント説の根拠になるんだ。そういえば、デッカード自身の過去について、映画であまり詳しく語られない気がするんだけど、それも何か関係あるの？ああ、レイム、いいところに気がついたぜ。結論から言うと、デッカードの過去があまり描かれず、時に彼の記憶が曖昧に見えることも、デッカードレプリカント説を支持する論点の一つなんだ。なぜなら、レプリカント、特に高度なタイプには、人間として社会に溶け込ませたり、コントロールしたりするために、作り物の記憶、つまりインプランテッドメモリーが、植え付けられているからなんだぜ。インプランテッドメモリー。作り物の記憶か。レイチェルもそうだったわね。彼女は自分の子供の頃の写真を見て、それが偽物だと知ってショックを受けていたけど、その通りだ。レイチェルはインプランテッドメモリーの典型的な例として描かれている。そして、デッカードの過去も、レイチェルのように具体的に語られることがほとんどないんだ。彼の家族や生い立ち、ブレードランナーになる前は何をしていたのか、といった個人的な情報が、意図的にぼかされているように見えるんだぜ。もし彼が人間で、普通の人生を送ってきたなら、もっと個人的な思い出や過去のエピソードが、出てきてもおかしくないはずだろ？確かに。言われてみれば、彼の過去の具体的な話ってほとんど出てこないわね。いつも仕事だ義務だって言ってるイメージ。そうなんだ。この過去の描写の希薄さが、もしかしたらデッカードには、レイチェルと同じように、詳細な過去の記憶がないんじゃないか？あるいは、あってもそれはインプランテッドメモリーなのではないか？という疑念につながるんだ。特に、ユニコーンの夢がインプランテッドメモリーだと解釈される場合、彼の他の記憶もまた、
すべてが本物ではない可能性があるんじゃないか、という考え方が生まれるんだぜ。デッカード自身が、自分の過去について深く語ることを、避けているようにも見えるしな。つまり、過去が曖昧で語られないのは、語れるような本物の過去がない、レプリカントだからこそなんじゃないか、ってことなのね。ユニコーンの夢と合わせて考えると、ますますレプリカント説が強く感じられるわ。いや、デッカードは人間だ。人間説を支持する論点。人間らしい感情の機微と葛藤の描写。さて、ここまではデッカードレプリカント説を、裏付ける証拠を見てきたわけだが、もちろんいや、デッカードは人間だ、って、主張する声も根強くあるんだぜ。その最大の論拠となるのが、彼が見せる人間らしい感情の機微や葛藤の描写だ。確かに、デッカードってすごく人間臭いキャラクターよね。レプリカントを追うブレードランナーとしての、非情な一面もあるけど、同時に恐怖を感じたり、レイチェルに対して愛情のようなものを見せたりするじゃない？その通りだ。例えば、リオンに追い詰められて命乞いをするシーンや、ゾーラを背後から撃った後の苦渋に満ちた表情。あれらは、単なる機械的な反応や、プログラムされた行動とは到底思えない、生々しい人間の感情の発露に見えるんだぜ。特に、レイチェルとの関係は重要だよな。そうね。最初はレプリカントとして冷ややかに接していたけど、彼女の苦悩や孤独を知るうちに、デッカード自身も変化していくのがわかるわ。彼女を守ろうとしたり、共に逃げることを決意したり、あれは紛れもなく人間的な愛情や共感から来る行動でしょう。ああ。レプリカントは感情を持たない、あるいは持っていても人間とは異質だとされている中で、デッカードが示すそうした感情の豊かさは、彼が人間であることの何よりの証拠だと主張するファンは多い。もし彼がレプリカントだとしたら、あそこまで複雑で矛盾を抱えた感情を表現できるのかという疑問が出てくるわけだ。ブレードランナーという仕事に対する葛藤も、彼が人間であるからこそ生まれるものかもしれないわね。同族であるはずのレプリカントを処理することへの、嫌悪感や罪悪感のようなものが、彼の行動の端々から感じられるもの。そうだな。ただ任務をこなすだけの冷徹な機械なら、あんなに苦悩したりしないはずだ。デッカードが見せる弱さ、ためらい、そして愛情といった、感情の揺れ動きは、彼を単なるアンドロイドではなく、血の通った人間として描いている何よりの証拠だと言えるだろうな。原作アンドロイドは電気羊の夢を見るか？では人間だった？デッカードの人間らしい感情の話を聞いていると、やっぱり彼が人間であってほしいって気持ちが強くなるわね。そういえば、この映画って、フィリップ・K. ディックの小説が原作なんでしょ？原作だと、デッカードって人間なの？おお、確信に迫る質問だぜ、レイム。結論から言うと、原作小説、アンドロイドは電気羊の夢を見るかにおけるリック・デッカードは、基本的に人間として描かれているんだ。これがデッカード人間説を支持する上で、非常に重要な論点の一つになっているんだぜ。なぜこれが重要かっていうと、映画の曖昧さとは異なり、原作ではデッカード自身の人間性は、物語の前提として描かれているからなんだ。原作でははっきり人間なんだ。じゃあ、映画でレプリカントかも？って思わせる要素は、映画のオリジナルってこと？その通りだ。原作小説の焦点は、人間とアンドロイドを分けるものは何か、特に共感能力に焦点を当てているんだ。デッカードはブレードランナーとして、ボイトカンプフテストを使って、アンドロイドを見分ける役割を担っている。彼自身の内面的な葛藤は、アンドロイドを解任することに対する苦悩や、人間とアンドロイドの境界線が曖昧になっていくことへの、戸惑いといった、人間としての倫理的な問題に深く関わっているんだぜ。原作には、映画でレプリカント説の根拠とされた、ユニコーンの夢や、ガフの折り紙のような描写は存在しない。なるほど、原作では、デッカードは人間として、人間らしさとは何か、共感とは何かを、問いかける側の存在なんだね。その通りだ。だからこそ、原作を読んでいるファンからすれば、映画のデッカードもまた、
原作通り人間であるべきだという、強い思いがあるんだ。映画が描くデッカードの曖昧さは、監督や脚本家が意図的に加えたものであり、原作の精神を踏まえれば彼は人間なんだ、という意見につながるんだぜ。この原作におけるデッカードの明確な人間としての描写は、映画のデッカード人間説を語る上で欠かせない根拠なんだ。ブレードランナーとしての苦悩とレプリカントへの共感。デッカードが人間だと思える理由として、彼がブレードランナーという仕事に対して、抱いている複雑な感情も挙げられるんじゃないかしら。単に任務を遂行するだけじゃなくて、どこか苦悩しているように見えるのよね。確かにな。デッカードは冒頭で、一度引退したブレードランナーの仕事に、ブライアントによって半ば強制的に復帰させられるだろ？あの時の彼の表情や態度は、決して乗り気とは言えない。むしろ嫌悪感すら漂わせているように見えるんだぜ。レプリカントを処理するという行為に対して、彼が倫理的な葛藤や精神的な負担を感じているのが伝わってくるわ。もし彼自身が感情を持たないレプリカントだとしたら、あのような反応はしないんじゃないかしら。その通りだ。特に、彼が追うレプリカントたちも、それぞれに生きようとする意志や感情を見せるからな。例えば、ゾーラを仕留めた後のデッカードの表情や、リオンとの戦いで恐怖を感じる様子は、彼が相手を単なる機械ではなく、ある種の生命体として認識している証拠とも言えるだろう。そして何より、レイチェルとの関係よね。彼女がレプリカントだと知りながらも、彼女の孤独や恐怖に共感し、次第に惹かれていく。あの感情の動きは、デッカードが人間的な共感能力を持っていることを、強く示していると思うわ。ああ。レプリカントであるレイチェルに愛情を抱き、彼女と共に逃げることを選ぶというのは、ブレードランナーとしての立場や任務とは、完全に矛盾する行動だ。それでも彼がその道を選んだのは、効率や論理ではなく、人間としての感情や良心が働いた結果だと、考えるのが自然だろうな。レプリカントを追う側でありながら、そのレプリカントに対して深い共感や同情を覚えてしまう。その矛盾こそが、デッカードというキャラクターの人間的な深みであり、彼が単なるアンドロイドではないことの証左なのかもしれないわね。そうだな。このブレードランナーとしての職務への葛藤と、皮肉にも追うべき対象であるレプリカントへ、抱いてしまう共感や愛情は、デッカード人間説を補強する、非常に重要な要素と言えるだろうぜ。監督 vs 主演俳優。制作陣も割れるデッカードの正体と論争の行方。監督リドリー・スコットの断言。デッカードはレプリカントだ。さて、デッカードが人間なのかレプリカントなのか、作中の描写だけではなかなか結論が出ないわよね。こうなってくると、制作者側の意見が気になるところだけど、この点については、実はかなりはっきりとした発言があるのよ。ほう、それは興味深いな。一体誰が、どんな発言をしているんだ？映画ブレードランナーの監督、リドリー・スコット自身が、インタビューなどで繰り返し、デッカードはレプリカントだと明言しているのよ。これは、ファンの間でも非常に大きな話題となったわ。なんと、監督自らが断言しているのか。それなら、もう議論の余地はないんじゃないか？制作者の意図がそうなら、それが正解ということになるだろう。それがそう単純でもないのよね。監督がそう語っているにもかかわらず、なおもファンの間では解釈が分かれているし、実は制作チーム内でも意見が一致していたわけではないようなのよ。でも、まずは監督の主張を見ていきましょう。リドリー・スコット監督は、具体的にどんな理由でデッカードをレプリカントだと考えているんだ？監督によれば、デッカードが見るユニコーンの夢は、彼がレプリカントであることの決定的な証拠として、意図的に挿入されたものだそうよ。ガフが折るユニコーンの折り紙は、デッカードの記憶や夢が植え付けられたものであることを、示唆している、というわけね。つまり、ガフはデッカードの記憶を知っている、ということ。なるほどな。あのユニコーンのシーンは、確かに意味深だったからな。監督がそう言うなら、あのシーンの解釈は、それで確定ということになるのか。そうなの。だから、監督の意図としては、
デッカードは最初からレプリカントとして描かれていた、ということになるわね。彼が他のレプリカントに共感したり、苦悩したりするのも、高性能なレプリカントとしての感情反応だと解釈できる、というのが監督のスタンスみたい。監督にそう言われると、グーの音も出ない気もするが、でも、それでも納得しきれないファンがいるのも、わかる気がするぜ。映画の魅力って、観客それぞれが自由に解釈できる、余地があることにもあるからな。主演ハリソン・フォードの反論。いや彼は人間だ。リドリー・スコット監督がデッカードはレプリカントだって、断言してるのは驚いたけど、レイムがさっき制作チーム内でも意見が一致していたわけではないって言ってたよな。それってどういうことなんだ？そうなのよ。実は、デッカードを演じた主演俳優のハリソン・フォードは、監督とは全く逆の意見を持っているの。彼は一貫してデッカードは人間だと主張し続けているわ。監督と主演俳優で意見が、真っ二つに割れてるのか。それはまた面白い話だな。ハリソン・フォードは、どうしてデッカードを人間だと考えているんだ？ハリソン・フォードによれば、彼はデッカードを演じるにあたって、観客が感情移入できる人間的なキャラクターとして、捉えていたそうなの。物語の語り部であり、観客が世界を認識するための窓口となる主人公が、実はレプリカントだったということになると、観客との間に壁ができてしまうと考えたようなのね。なるほどな。観客が主人公の視点や感情に寄り添って、物語を追体験するためには、主人公が自分たちと同じ人間であるという前提が、あった方が確かにスムーズだ。もしデッカードがレプリカントだとしたら、彼の苦悩や愛情も、どこかプログラムされたものに見えてしまうかもしれないもんな。そうなの。彼は、デッカードの持つ人間的な弱さや葛藤、レイチェルへの愛情などを、あくまで人間の感情として表現しようとしていたわけ。だから、撮影当時から監督とデッカードの正体については、意見が合わず、時には議論になることもあったそうよ。監督と主演俳優が、作品の根幹に関わるキャラクター解釈で、こんなにも意見が違うなんて、かなり珍しいケースなんじゃないか？普通は撮影前にある程度すり合わせるもんだと思うけどな。だからこそこの論争は長年続いているのよ。ハリソン・フォードは、映画のテーマは人間とは何かを問うことであり、その問いを投げかけるデッカード自身が、人間でなければ、物語の持つ意味合いが薄れてしまうとも考えていたみたいね。監督の意図と、主演俳優の演技プラン、どちらも作品にとって重要な要素だけど、その二つがデッカードのアイデンティティという核心部分で対立しているとは、ますます一筋縄ではいかない謎だぜ、これは。なぜこの論争が重要なのか？作品のテーマとの関連性。監督のリドリー・スコットと主演のハリソン・フォードで、デッカードの正体についての意見が真っ向から対立しているなんて、本当に興味深い話だぜ。でも、そもそもどうしてこのデッカードが人間かレプリカントかという論争が、こんなにも重要視されるんだろうな。それはね、この問題が映画ブレードランナーの根幹をなすテーマと深く結びついているからなのよ。この映画は、単なる SF アクションではなくて、人間とは何か？生命とは何か？という哲学的な問いを私たちに投げかけてくる作品でしょう？確かにそうだな。レプリカントたちは、人間と見分けがつかないほど精巧に作られていて、感情や記憶まで持っている。彼らと人間の境界線はどこにあるのか、というのが大きなテーマの一つだもんな。もしデッカードが人間なら、彼は自分とよく似た存在であるレプリカントを狩る中で、その境界線の曖昧さに苦悩し、人間性の意味を問い直すことになる。観客は、そんな彼の姿に共感し、一緒にその問いを考えることになるわ。一方で、もしデッカードがレプリカントだとしたら、物語の構図はまた違った意味合いを帯びてくるよな。レプリカントがレプリカントを狩るという、より皮肉で複雑な状況になる。そうなの。その場合、デッカード自身もまた、自分が何者なのか、自分の存在意義は何なのかという問いを突きつけられることになる。そして、
彼が抱く感情や記憶さえも作られたものである可能性が示唆されることで、人間らしさとは一体何なのかという問いが、さらに鋭く観客に迫ってくるのよ。つまり、デッカードの正体がどちらであるかによって、映画のテーマの受け止め方や、観客が抱く感情移入の対象も変わってくる可能性があるということか。それは確かに重要な問題だぜ。そうなのよ。だからこそ、監督の意図、俳優の解釈、そして観客一人一人の感じ方が交錯して、この論争は長年熱を帯び続けているの。単なる設定上の問題ではなく、作品のテーマをどう読み解くかという、批評的な視点とも深く関わっていると言えるわね。なるほどな。デッカードの正体は、ブレードランナーという作品を読み解くための、一つの大きな鍵になっているんだな。総評またはまとめ。デッカードの正体は、人間説レプリカント説、双方に根拠があり、監督と主演俳優の間でも意見が割れるほど、長年論争が続いています。劇場公開版とファイナルカット版でも印象が異なるほどです。結局、どっちなんだぜ？その答えは、観客一人一人に委ねられていると言えるでしょう。デッカードが人間であれレプリカントであれ、彼が抱える苦悩や、作品が問いかける人間とは何かというテーマの重みは変わりません。正体が曖昧だからこそ、より深く考えさせられるってことか。この論争こそがブレードランナーを深く味わうための鍵であり、作品が長く愛される理由の一つなのです。明確な答えを探すのではなく、その問いかけ自体を楽しむのが、この映画との正しい向き合い方なのかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。